君のような時間も守れない社会のクズ。この病院にはいらないんだよ。帰りなさい。東堂教授はそう言って、面接室に慌てて飛び込んだ俺に冷たい視線を向けた。俺だって好きで遅れたんじゃないし、何より社会のクズ弱わりされたことにムッとする。これには理由がありまして。俺が理由を述べようとするも、東堂教授は立ち上がり、面接室を後にしようとする。もう結構、さっさと帰りたまえ。君は不採用だ。そう言って、面接室のドアノブに手をかけた東堂教授。しかしその直後、息を切らして入ってきた一人の男性がこう言ったのだ。教授、その研修医を帰らせてはダメです。と。続けて入ってきた初老の男性を見て、驚く東堂教授。どうしてあなたがここに？その初老の男性を見た俺は、思わず、あ！と大きな声を上げてしまうのだった。俺の名前は林武史。地元は山に囲まれたのどかな場所で、両親と祖父母、3世代で暮らしていた。そんな俺が医者を志すようになったのは、母方の祖父である茂じいちゃんの影響。茂じいちゃんは農家を営んでいて、朝から晩まで畑や田んぼの手入れに勤しんでいる人だった。茂じいちゃん！俺が学校から帰って畑に向かうと、茂じいちゃんが待ってましたと取れたての野菜を見せてくれる。うわー、すごい！たくさん取れたね。たけし、今ばあちゃんがトウモロコシ茹でてるからな。おいしいぞ。茂じいちゃんの作る野菜はとても味が濃くて本当に美味しかった。俺が好き嫌いなく毎日元気いっぱいに過ごせたのは、きっと茂じいちゃんが大切に育てた野菜を食べていたからだろうと今は思う。そんな茂じいちゃんがいつからだろうか。家の中で膝をさすり、歩くのが辛そうになり、起き上がるのも困難となってしまったのは。心配した母が茂じいちゃんを病院に連れて行くと、膝の関節の軟骨がすり減り、歩くときに痛みが生じているのだと診断された。我慢強い茂じいちゃんは、どうやら随分痛みを我慢していたようで、病院に行った時には、症状がかなり進行していたようで、医者からは手術を勧められた。しかし、病院嫌いの茂じいちゃんは、それを堅くなに拒否したのだった。関節の手術だって？そこまでして治さなくちゃいけないなら我慢していた方がいい。と、必死で手術を進めていた母や祖母も、茂じいちゃんの頑固さには勝てず。結局手術しないで定期的に病院で薬物療法をしていくという話に落ち着いた。しかし、茂じいちゃんの症状はどんどん悪化してしまい、車椅子生活を余儀なくされた。薬物療法をするも、一度すり減ってしまった軟骨は治癒しないため、気休めみたいなものだ。そうして歩くことが減ってしまった茂じいちゃんの足の筋力は当然ながら衰えてしまい、いつからか和室に置かれた介護用ベッドで一日中テレビを見て過ごす茂じいちゃんがいた。明るくて朝から晩まで畑の手入れをしていた茂じいちゃん。だけど動かなくなってからはすっかり口数も減ってしまい、そんな茂じいちゃんを見ているのは辛かった。今でも俺はあの茂じいちゃんの寂しそうな姿がずっと忘れられない。手術しなくても膝が治ればいいのに。俺は子供ながらにそんなことを思ったものだ。そんな思いが成長するにつれて日に日に大きくなっていった俺。茂じいちゃんを苦しめた病気を治す医者になりたい。それから俺は猛勉強をし、現役で医大に合格した。
普通の大学と違い、医大生は6年間かけて基礎医学、臨床医学、そして講義と実習とみっちり医療について学ぶ。4年生になると毎週テストがあって寝る間を惜しんで必死に勉強したっけ。そうして月日は流れ、俺は6年生となっていた。6年といえば、臨床研修医としての経験を積むために、研修先の病院を探さなくてはならない。なあ、たけし、お前は確か S 大学を希望していたんだっけ？同級生の三上が俺にそう尋ねる。三上は4年生の時の実習で一緒になってからの友達だ。物事をはっきり言う、裏表のない彼の性格が俺は好きで、なんやかんやで一緒にいることが多い。三上の質問に、俺は迷いなくこう答える。ああ、俺は S 大学にいる東堂教授の診療を間近で見てみたいんだ。東堂教授は整形外科医として日本でも有数の名医だ。特に再生医療に力を入れており、その功績は素晴らしいもので、今後の治療の新しい選択肢として話題になっている。だけど、東堂教授ってさ、あんまりいい噂聞かないぜ。三上は声のトーンを落とし、俺にこう言う。彼の話によると、俺と同じように整形外科医を志して研修に行った先輩研修医たちは、軒並み東堂教授に心を折られているのだとか。冷徹で厳しく、患者の前で怒鳴られた人もいるのだと、三上は言う。俺たちにだってプライドはあるのに、東堂教授は容赦ないって、この前先輩が愚痴ってたよ。お前も S 大学に行くなら覚悟した方がいいぞ。だけど、そんな三上の話を聞いても、俺の決意は変わらない。忠告ありがとな。俺はいずれ開業医として、生まれ育った地元で整形外科医になりたい。そう誓ってるんだ。やれやれといった表情で三上は笑う。お前って本当に頑固だよな。まあ、そう言うと思ったけどな。頑固と言われ、俺は茂じいちゃんを思い出す。見ててくれよな、茂じいちゃん。三上とのやりとりで、俺は改めて自分の進むべき道を認識したのだった。しかし、東堂教授のいる S 大学は当然ながら人気の研修先ではあった。その分倍率も高いため、俺は S 大学についての情報収集、病院見学などは早いうちから行ってきたのだ。その甲斐もあり、研修マッチングは無事に成立し、いよいよ明日は S 大学での筆記試験と面接が待っているのだった。試験当日はあいにくの雨だった。午前中に筆記試験が終わり、午後から面接。面接前に昼食を取ろうと、俺は院内の売店へと向かう。その前にトイレに行こうかな。そう思って、俺がトイレで用を済ませた時だった。なんと、一人の老人が苦しそうに顔を歪め、トイレの入り口前でうずくまっていたのだ。周りを見渡しても誰もいないため、俺は思わず声をかける。大丈夫ですか？顔を上げた老人は声を振り絞ってこう返す。こんなの平気です。我慢強いんで。どうやら老人は足が痛むらしく、膝を何度もさすっている。その姿が茂じいちゃんと重なった俺は、胸が痛くなった。大丈夫じゃないですよ。俺に捕まってください。俺はその老人にそっと肩を貸すのだった。俺はその老人を病室まで送っていくことにした。すまないね。君は学生さんかな？ああ、はい。実は今日ここの採用試験を受けに来ていて。そうかそうかとうなずく老人は、
俺にお礼を言うと名前を名乗る。安田文夫さん。年齢は71歳だそうで、なんと、茂じいちゃんと同じ膝の病気を患っていた。俺の脳裏に寂しそうにテレビを見ていた茂じいちゃんの姿がよぎる。俺の祖父も同じ病気だったんです。膝痛みますよね。安田さんは暗い表情でうなずくと、それでも手術が怖いのだという。リハビリも痛いって聞くし、年齢も年齢だからね。どうにも決心がつかないんだよ。そんな安田さんに、俺は思わず力強くこう言ってしまう。見ず知らずの俺が言うのもあれなんですが、俺はこの病院にいる東堂教授の話をする。そして、俺がどうしてこの S 大学で研修がしたいのか、そして、俺の祖父である茂じいちゃんのこと。この S 大学にいる東堂教授は、整形外科医を目指す者にとって憧れの存在なんです。東堂教授は再生医療に力を入れていて、膝の症例に効果的な幹細胞治療というものが話題です。もしかしたら、安田さんの膝も手術しないで治る可能性だってあるんです。俺の話を真剣に聞いてくれた安田さんの表情が、みるみるうちに明るくなっていく。東堂教授ですか。すごい人なんですね。安田さんの言葉に、そうなんですよ。と、俺は笑顔で答えながら、彼を病室まで送る。途中の廊下で看護師さんが安田さんの姿に気がついた。安田さん、どこ行ってたんですか？駆け寄る看護師さんに俺はお礼を言われる。すみません。じゃあ俺はこれで。引き止めようとする安田さんを任せ、俺は慌てて面接会場へと急ぐのだった。面接会場に着くと、俺は思いもよらない事態になっていることに気がついた。林武さんはいらっしゃいませんか？なんと、予定より早めに面接が進んだようで、俺の番がすでに来てしまっていたのだ。はい、すみません、ここにいます。慌てて自分だと名乗ると、周囲がざわざわしながら俺を見る。あいつ遅刻とかありえないだろ。東堂教授の怒りマックスじゃね？周囲の言葉に、俺の心臓はドクンドクンと鼓動を早める。こうなったら、正直に言って謝るしかないだろうか。頭の中でぐるぐるとそんなことを考えながら、俺は面接室に入るのだった。遅くなり大変申し訳ありません。失礼します。俺は面接室に入るなり、深くお辞儀をして遅刻を浴びる。面接官は3人いて、その中には俺の憧れでもある東堂教授がいた。東堂教授は呆れたように俺を見ると、ため息をついてこう言う。君のような時間も守れない社会のクズ。この病院にはいらないんだよ。帰りなさい。冷たく言い放つ東堂教授に、俺は思わずムッとする。俺だって好きで遅れたわけじゃないし、初対面の相手に社会のクズと呼ばれるようなことをした覚えはない。これには理由がありまして。俺が理由を述べようとするも、もう聞きたくないというような表情で、東堂教授は席を立つ。もう結構、さっさと帰りたまえ。君は不採用だ。そう言って、面接室のドアノブに手をかけた東堂教授。しかしその直後、一人の男性が息を切らして入ってきたのだ。教授、その研修医を帰らせてはダメです。と。その男性は、東堂教授のいる整形外科の医師、大倉医師だった。俺も病院見学の時には何度かお世話になった人で、少しだけど面識がある。大倉医師の後ろから
車椅子姿の初老の男性が入ってくる。それは、俺が面接前に病室へと送っていった安田さんだった。そして、安田さんの病室前で出会った看護師さんが車椅子を押している。あなたはあの時の。突然の安田さんの登場に、俺は思わず大きな声を出してしまう。それは東堂教授も同じらしく、どうして安田さんがここへ？と、俺と同じように驚いていた。どうやら安田さんは、東堂教授の患者さんのようだった。しかも、東堂教授にとって、依頼に進むきっかけとなった恩師らしいのだ。私の家は、決して裕福な家庭ではなかったからね。医者になりたいと思っていたけれど、とてもそんなお金を払えるほどの余裕はなかった。だけど安田先生は私の背中を押してくれたんだよ。夢を諦めるなんてもったいないと言い、奨学金や大学についてもいろいろと調べてくれて、安田先生がいなかったら私はとっくに諦めていたんだ。東堂教授の言葉に安田さんは照れくさそうに笑っている。東堂くんが有名な整形外科医になっていると聞いてね。私の膝の調子が思わしくないことを心配した妻が彼に直接連絡をしたんだ。忙しいだろうにすまないね。そういう安田さんに謙遜する東堂教授からは先ほどまでの険しい表情は消えている。でも、どうしてここにいらっしゃったんですか？俺がおずおずと尋ねると、安田さんはにっこりと微笑んでこう言った。東堂くんにこの学生さんのことを直接伝えたいと思いまして。看護師さんに聞いたら、こちらで面接をしているのだと教えてもらったんですよ。私はね、彼の言葉に救われたんだよ。病気と向き合うことに億劫になっていた私に、丁寧にいろいろと説明してくれてね。何より未来ある医者の卵である彼がキラキラとした瞳で東堂くんのことを話す姿に勇気をもらえたんだ。安田さんの言葉に俺は胸が温かくなる。それは東堂教授も同じなのか。そうですか。彼がそんなことを。とつぶやいた。そして俺の方に向き直った東堂教授は何も言わずに頭を下げこう言うのだった。確かに時間を守れない奴は社会のクズだが、目の前で苦しむ患者を差し置いて面接に来るような奴はもっとクズだ。すまない。君を誤解していたようだ。と。それから春が来て、俺はS 大学病院の研修医として忙しく働いていた。あの時、面接は遅刻してしまったけれど、安田さんの一件で再面接をしてもらい、無事に採用となったのだ。研修医として最初の2年は内科、救急、地域医療などの様々な診療科を回るため、今は東堂教授とはほとんど顔を合わせない。だけど、先に専門研修で整形外科を選択した先輩研修医たちからは、相変わらず冷徹、悪魔と囁かれているようだ。それでも俺は、絶対に東堂教授のいる整形外科を選択しようと思っている。あの時、俺に謝ってくれた東堂教授は、続けてこう教えてくれた。私たちが面接官じゃなくて患者だったとしたら、どう思うだろうか。待たせている間に体調が悪化したら？私はね、患者あってこその医師なのだと思っているんだよ。熱い思いから研修医に強く言い過ぎてしまうことを大倉医師にもよく注意されるのだと苦笑いする東堂教授。そこには冷徹だとか悪魔だとか呼ばれる姿なんてなかった。俺が憧れた東堂教授の本当の姿を見たように思ったんだ。院内を歩いていると、おーい、
林先生。と声をかけられた。それは安田さんで、彼が膝を痛そうにさする仕草はもうない。安田さんは膝の病気に効果的な幹細胞治療を受けたのだ。手術しないで治るなんて、本当にここに来てよかったよ。と笑顔で話す安田さん。続けて俺の手をしっかり握ると、ありがとう、ありがとう。と何度もお礼を言って頭を下げる。いや、俺じゃなくて東堂教授がすごいんですよ。よかったですね。治療後の診察を S 大学で受けるのは、実は今日が最後なのだと話す安田さん。これからは地元の病院で見てもらうんだよ。今から妻と東堂くんにもう一度お礼を言ってくるんだ。そうして安田さんは笑顔で俺に手を振り、しっかりとした足取りで歩き出すのだった。今日も病院にはたくさんの患者さんが訪れる。一人一人を診察する時間は限られているけれど、その短い時間の中で少しでも患者さんの不安や苦しみを取り除いてあげられたら、そう思っている。俺の言うことは綺麗事なのかもしれない。だけど、茂じいちゃんのように治療に踏み切れないで苦しむ人が少しでも減ってほしいと、医師を志した時から願っているのだ。次は回診か。俺は足早に患者の待つ病室へと足を運ぶのだった。